スペシャルウィークに3000円を貸し続けて気がつけば貸金総額が500万円を超えてしまいしかもその返済が滞り困ってしまったのでラッキーライラックに相談するアーモンドアイ。ララ。愛さん。助けて。どないしましたの？いつも自信満々な愛さんがそんな絶望しきった表情で。お願いよ。私を友人と思うなら助けて。愛さんがそこまで言うなんて。ララ。まあええでしょ。うちも愛さんがそんなんじゃ調子が狂いますからな。それでこそ私の永遠のライバルよ。はいはい。それで愛さん、何を困ってますの？言っておきますけど力になれることとなれないことがあるってことだけ理解してな。もちろんよ。じゃあ聞きましょか。実は、ララさんがここまで思い詰めとる。うちも心してつかんとな。スペさんに貸したお金の返済が滞ってるの。しかしあれやな、滞るってことはそれなりの額をスペさんに貸したんやね。3000円。3000円。嘘やろ？さすがにスペさんでも3000円の返済を滞らせるとは考えにくいな。5761回くらい。はぁ、おいおいおい。貸す愛ちゃんも愛ちゃんだし借りるスペちゃんもスペちゃん。大谷翔愛、水原ウィーク。最低だよ北高たる前。苫小牧は関係ないだろ。関係あったわ。だとしてもたる前は関係ねえよ。よくそんなに貸しましたな。だってスペさんだし。そやねえ。スペさんやもんねえ。それにしてもざっと520万か。またえらい生々しい金額ですな。まあはしたが寝ちゃいますの？愛さんには。ララ、500万は大金。とんでもない大金なのよ。その大金を貸しておいて何を言うとるん？そもそもな愛さん、貸した額がここまで膨らむ前にどこかしらでおかしいと思わんかったん？だってスペさんが絶対倍にして返しますからって。いつまでにとか期限は取り決めたん？それは。まったく、そんな妄言を真に受けたらあかんよ。どこかの誰かさんみたいにお金を渡してそのお金を盛大に吸って頭を抱える姿を見て興奮することが目的ならともかく。君はや3連星やめろってもう何度も言ってるだろ。そうは言ってもララ。なんですの？スペさんは日本総大将だし。そやねえ。日本総大将やもんねえ。それにララやホッカムリのララと美味しいもの食べて、楽しく遊んで素敵な青春できるって。愛さん。520万あったら倍にするまでもなく青春を満喫できるのでは。なんか一気にスペちゃんが邪悪に思えてきた。ねえララ、私はどうすればいいの？そやねえ。そんならシーザ工業に電話やね。シーザ工業？愛さんがお金を貸した相手がスペさんだったのが幸いでしたな。どういうこと？何事にも得意不得意ってのがありますやろ。馬娘で例えるなら芝が得意ダートが得意みたいな。ええ。シーザ工業はな、スペさん相手に特化してるんよ。愛さんほんまに知りませんの？定期的に下駄箱にチラシが入ってますやろ。ほら、これがシーザ工業のチラシですわ。3000円貸したのに返ってこない、そんなお悩みをお持ちのあなた。その債券をシーザ工業が買い取ります。スペシャルダブルキャンペーン実施中。口約束、証文なし一切不問、10日で 10% 実質年率 3142% の利息をお受け取りください。初回ご利用の方に限り3万円の買取額アップ、先着1万名様、本キャンペーンは債務者をスペシャルウィークとする債券に限ります。相談するなら早い方がええと思うよ。ありがとうララ、電話してみるわ。スペシャルダブルキャンペーンがスペシャルウィークキャンペーンとかかってることに気づいて感心した。じゃあ早速。愛さん。ねえララ。どないしました？このチラシなんだけど。ええ。冷静に考えるとかなり怪しくない？怪しい？だってそうでしょう？このキャンペーンとか。口約束、証文なし一切不問、10日で 10% 実質年率 3142% の利息をお受け取りください。これだけだと条件良すぎて怪しすぎるわよ。相場より高いプレミア付き募集価格で株式買ったりするのと同じやね。じゃあこの10日で 10% は？これ悪名高いトイチってやつじゃないの？愛さんが受け取る側ですし何も問題はあらへんよ。だから気になるのよ。
それってつまりそのお金をスペさんから絞り出すってことでしょう？怖すぎるわ。裏でとんでもないことしてるんじゃ。文字通り絞り出してるんやろね。ララ？何の話をしているの？そうか。これが北ちゃんだったら一回絞れば十分お釣りが来るんだよな。けど北ちゃんは金を借りないだろ。むしろ貸す側じゃないかな。そうでなくてもシンボリがついてるって噂やで。あとエビの取引で偉い左打ちはやとか。ララ、いずれにせよここはダメよ。こんな好条件ですのに？ダメったらダメ。絶対に闇が深いわ。私自身に何かあったら嫌だもの。ララ、他に頼れそうなとこはないの？そうですな。ならあそこに相談してみるかな。ただこっちは手数料として回収額の半分を支払いますけど。構わないわ。じゃあ行きましょうか。というわけなんですよジャーニーさん。なるほど、事情は理解しました。愛さんはせめて半分戻ってきたらそれで言うてはるんでなんとかなりませんやろか。もちろん私にお任せいただければ愛さんが貸した分のお金は1円も欠かさずに切り取りを行います。ですが、はい。ララさんのご提案通りまずはシーザ工業にご相談されては？依頼者視点で考えれば私としても同意見です。ほらな、ジャーニーさんもこう言うてはる。あるいはグラスさんのタンポポファイナンスか。タンポポファイナンス。うちも初耳やわ。不指導に基づいた融資と付帯店の回収を売りに最近勢力を伸ばしているんですよ。他にも貸金の切り取りを請け負っている方は何名かいらっしゃいますからまずは各々にお会いしてお話だけでも聞いてみてはいかがでしょうか。親身になって相談に乗ってくれる北さん事務所。一流の取り立て員を何名も抱えるとメガネ組。このあたりを押さえておけば間違いないかと。ちなみに私もとメガネ組で経験を積み今はこうして独立しています。そうやったんですか。とりあえずとメガネ組への紹介状を用意しますのでそれを持って事務所に行ってみてください。ありがとうございますジャーニーさん。一通り回って話を聞いてみたけどどこにお願いしたらいいか悩むわね。貸金の回収だけでなくプラスになるシーザ工業でいいんやないの？やっぱりそれがいいのかしら。それはそうと愛さん。何？心に刻んどき。お金を貸すことは人助けではないんよ。それを忘れてしまったらまた何百万を貸すことになりますからな。わかったわよ。なんなら愛さんのお金うちが管理しましょか？ほら、チーム幸せ会のトレーナーさんはたるまえさんにお金の管理されてますやろ？それと同じような感じで。いやよ、ララにプレゼントを買うときにララにお金出してもらうなんて。愛さん。ひょえ。緊急。あら？理事長さんですな。スペシャルウィーク、大至急理事長室まで出頭するように。金銭の貸し借りについて実情の確認を行う。理事長さんにまで呼び出されたらスペさんも年貢の納め時ですな。そしてラッキーライラックも大至急理事長室まで出頭するように。なんでうちが？スペシャルウィークに金銭を貸し続けたアーモンドアイの管理不行き届けの疑いがある。即刻出頭するように。そんな。大丈夫よララ、1、2時間のお説教で解放されるわよ。こんなん納得いかーん。なんかまるで愛さんから借りた私が悪いみたいな言われようですね。借りたのが悪いんじゃなくて返さないのが悪いのよスペちゃん。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。